で、お魚の話ね。お魚、これ見て。もうお魚、もうみんな分かったでしょ。もう消してもいい？お魚の話するときもこれ消しても大丈夫か？そのぐらい見せた。で、ゴールデンウィークにちょっとだけお休みもらって、と言ってもまあ、実質1日ぐらいなんだけど。親戚と一緒に、アキロゼは割とね、年にまあ2ぐらい、キャンプ行くんだけど、例に漏れず今年も行ってきた。じゃじゃん。でね、このお魚は、ポストにもしたんだけど、何の魚っていうポストがあって、正解はね、ニジマスです。ニジマスを、なんか渓流が、まあ、釣りやすくこう区画分けされてるみたいな感じなのかなのところで、あったんだけど、めっちゃ釣れて。まあ、釣れたのはいいんだけど、あまりにもね、数が多すぎる。あまりにも大量に持ち帰っちゃった。そうで、これね、まあ、お魚釣るの、アキロゼも魚釣り好きだし、好きなんだけど、ちょっとね、釣りにはトラウマがあって、前、一回かな話したことあると思うんだけど、堤防で釣りをしてた時に、あまりにも釣れすぎて、本当にもう50とかぐらい釣れた時に、嬉しすぎてさ、持って帰っちゃったんよ。なんかちっちゃいのだし、唐揚げで食べれればよくないみたいな感じでさ、いっぱい釣れたのはね、メジナとタイ。なんだけど、それをもう鱗からもう内臓取るのも血抜きも大変だし、内臓取るのも大変だし、鱗を落としてじゃあ調理するのも大変だし、なんかもう二度と絶対こんな持って帰んないで。アキロゼ学んだ。足が色ゼタアイさん Thank you super chat。めっちゃ釣った。ごめんなさいしながら。だからね、このトラウマ再来って感じ。まあ、でも、いっぱいいたから、まあ、大丈夫だったんだけど、ごめんなさいにはならなかったんだけど、それでもね、ニジマスって、そのままさ、釣って、内臓とか処理して、塩もみとかしていけん、刺していけるのかなって思ってたんだけど、鱗がね、結構しっかりあってさ。で、アキラちゃんも別にそんな詳しくないけど、なんか別にみんなもそんな詳しくなくて。釣ったもの、これ誰、どうやってやるのかね。塩いるみたいな。ちょっとでも、塩かけすぎると、味濃くなっちゃ、しょっぱくなっちゃうから、いいよ、なんかガリガリ削る塩だけでいけるでしょみたいな。いろんな話が出たんだけど、アキロゼは、いや、絶対にヌメリトリ的にも、粗塩欲しい。絶対いるだろうなと思って、いや、塩は買おうって買いましょうって言って。なんとか塩をゲットできたんだけど、大正解だったね。ヌメリもすごいし、そう。で、気づいたらね、魚処理係になってたわ。アキルゼが。なんで、こう20匹の、鱗を取って、塩で揉んでぬめりを取るのをかけ2ぐらいして、2から3して、で、この串刺しもね、アキロゼがこれ刺した。
全部刺した。あ、HW さん、センキュー大スパチャー。ザリガニ50匹ぐらい持って帰って何もせず腐らせたことを自白します。ごめんなさい。うわ、それも、まあ、ごめんなさいだけど、あるあるだろうな。ねえ。よいしょ。あ、センキュー、韓国に金。で、これ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。読めない。リアルタイムでスパチャを読もうと思った時にユーザー名をクリックした時に、これだと、チャンネル名飛んでコピーして翻訳にかけることができない。カムサハムニダー、セキスパチャート、マウスパッド、届いた？ぜひ、そのまま使ってください。ありがとう。ごめんね、読めなくて。よいしょ。で、この串刺しをね、やったんだけど、もう完全に習得した。あ、ミノさん、ありがとう。これはもうね、プロ。いや、一匹目の時点でセンス感じた。素晴らしい刺し。いや、一匹目から正直ね、こんなにうまいんだって。いけたわ。もう、スッススッススッスス出てきた。なんで、もう串刺しは任せてほしい。これはもう負けない。センキュージミニキー、センキュースパチャーと。いけるわ。アルバイトできる。なんか焼いた時に塩をさ、鮎の塩焼きとか、よく見る感じで、なんだろう、塩の釜焼きみたいなさ、こう、塩多めで食べる感じなのかなと思ったけど、まあ、ちょっとしょっぱかった、皮。いやでもこれ難しいよな。中まで食べるときに皮の塩気を一緒に食べた方が、食べないとアキロゼはあんま食べれない方なんだけど、でもしょっぱすぎるとまた難しいしね。難しい。みんなどうして何が正解なんだ？塩加減。しょっぱくないよりはしょっぱい方が好きなんだけどね。皮の塩落として食べる。まあそれがやっぱ正解かな。まあ剥けば皮食べなきゃいいもんね。最悪。確かに、まあ、結局焼いた後に大根おろし醤油とかで食べるのが、まあ、うまいか。背びれと尾びれに化粧塩をして塩気が足りない時に一緒に食べたりする。化粧塩って言うんだ。へえ。確かにそこだったらまあ食べなくてもいいし、食べたい時ちょい足ししていけんのか。確かになるほどね。今度やる時があったら、やってみるか。結構ね、まあ、適当説はあったからな。板前にきからのコメントがあるぞ。白キスと目ごちを大量に釣り、下ごしらえして、お袋に天ぷらにするだけして私ちょっと疲れもあったので一眠りした。起きたら家族みんなで全部食べちゃってて美味しかったようだって一口も食べられなかった。悲しいね。自分の分も残してほしいよね。でも全部食べたってことは美味しかったってことだからまあ、正解ではあったか。お疲れ様です。悲しい。立花烈さん。魚の串打ちってめっちゃ好きで、旅行とかで売ってるビールと一緒に買っちゃう。2だね。
キロゼはこれ食べながら麦ジュース飲みました。鱗にはビタミン A、B、B2、コラーゲンあるから。いや、鱗食べれない、でも。まあ、でも、お菓子の中で言うと、ブラックサンダーは好きかな。いっぺんにいっぱい食べれないけど、1個とか2個とか食べる。一時期毎日なんか、持ち歩くおやつは何ですかって聞かれると、ブラックサンダーとフワリンカっていうやつがね、あって、それはアキロゼのもう365日バックインアイテムだった。知ってる？フワリンカ。そう、満足感すごいよね、ブラックサンダー。フワリンカはね、なんかソフトキャンディーみたいな感じなんだけど、食べるとなんかバラの香りがすごい広がるんよね。そう、でも、あれはもう、すぐ口に入れたらもうカミ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 するやつで、それでなんかね、口の中に広がる味がすごい好きで、一時期めっちゃ食べてた。あれね、ペロペロ舐めるとね、あ、なんだこれってなるんだけど、もう即噛みで。あれも即噛みするものです。バラのパッケージのやつ。ローズの香り。うん。フルーティーローズ味とか。ああ。そうそう。それはマジで毎日入ってたバッグに。そう、かじると美味しい。あ、そうそう。クラシエさんのやつ。めっちゃバラ。うーん。かなー。でブラックサンダーはチョコレートのお菓子の中では、トップ、トップオブトップかもしれん。ブラックサンダー大好き。ブラックサンダー大好きです。アキロゼも超大好き。マジで好き。うん。超好き。うわキットカットも美味しいな。うわ、キットカットも美味しい。ワンツーかもしれん。うわ、美味しい。どっちも美味しい。うん。うわ、小枝も美味しい。はい。ガルボも美味しいわ。うん。でも大体もうね、買うチョコレート菓子も限られてはいるかもしれない。うん。ブラックサンダーとキットカット、間違いない。はい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 。クランチ系美味しい。うん。アルフォートも好き。うわ、サシャ、わかる。細くさ、編まれてるチョコレートなんだけど、あの口どけがたまんないよね。うん。チョコは比較的総じて美味しい。うんうんうん。美味しいか。だいたいチョコレートは美味しいわ。うん。美味しい。あとあれも好きだな。チョコレートのさ、よく、アーモンドチョコとかの入ってるやつで、待って、ナッツの名前が今、超度忘れしてる。カシューナッツじゃなくて、何ナッツだっけ？なんだっけな。あ、マカダミアナッツ。
マカダミアナッツのチョコレートは好きですね。アーモンドも好きだけど、ナッツはやっぱマカダミアが美味しい。うん。好きだな。美味しい。うわ、なんか食べた。うわ。うーわ。お腹すいた。うわ。苦しい。うわ。苦しくなってきた。はあ。はあ。ちなみにじゃあ最近ミンティアでねハマってるのがあるの。今もここに手元にあるんだけど、ミンティアブリーズの恋いちご恋いちごこと恋いちご、これがあるんだけどさ、パッケージもねいちごで可愛いし、なんかキラキララメラメしてて可愛いよ。で匂いがもうめっちゃいちごなのね。超いちごで、これカバンに入れとくだけで、なんかカバン開けただけでもうこのいちごの匂いで充満してるぐらいめっちゃいちごなの。これ今んとこねお気に入りで、3個目リピートしてるわ。待ってちょっと待って、ずーっと BGM なしで喋ってたわけどぜ。美味しいよこれ。これでだから缶の音やだな。そんなのするわけないじゃん。やめてよ。うん。よし。いちごこれそう美味しいんだよ。最近のお気に入り。ぜひ。関係したわしてないけど。してませんが、何か。そうだな。この話するいやなんか前はとにかくなんか食べれるものは食べて寝てみたいな思ってたんだけど、なんか胃をさ、ご飯を消化するために胃を動かすとさ、その分のなんかエネルギーが胃で使われちゃうみたいな感じで、実はなんか断食じゃないけど食べずに胃を休めて、その分の体のリソースを治す方に回す方が実は回復が早い説みたいなのも若干あるかって。何日もとか良くないけど、それこそ消化に優しいものだよね。食べるとしてもなんかスープとか。でもこれはね諸説あるから、もうオートファジー的なやつ。そういやでもアキロゼは体調が悪い時は OS1 ゼリーを圧倒的推奨する。あれはね箱買いしてる。なんかあった時とか喉痛い時でもあれだけはね喉を通ってくれるから、あれだけは買っといた方がいい。安心。一人暮らしでうーってなっちゃってもあれがあれば生きていけるってなる。某密林さんショップとかでもね買えるからおすすめ。あろうな、ガチ恋距離助かる。近いの好き？あ、来た。恋バナか？最近失恋したので、これからはあきちゃんが治療していきます。失恋、
失恋、失恋か。失恋。でも悲しい時は悲しんでいいんだよ。季節的にも体調崩しやすいと思いますので、健康第一で頑張ってください。ありがとう。失恋か。失恋な。まあでも、いろいろあるよね。大丈夫？どうしたん？話聞こか。寂しい。まあ寂しいけどさ。まあ時間がね、大体のものは解決してくれる。だから、いっぱい引きずって擦り切れるまで引きずることもあるかもしれないけど。次のね、キューンみたいなときめきが、あってもなくても、アキロゼはここにいるから。変わらず、君の前にいるから、いつでも会いに来てよ。あろうな。アキちゃん体調も良くなって安心しました。今日はいろいろあってこの時間まで起きてたけど、アキちゃんのスーパーゲリラ配信見れてよかった。もっと早く電話したかったんだけどさ。みんなに。もう無理せず、もう本当に、体がね、資本ってよくさ、なんか、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、世間は言うじゃん。だけどさ、そんなこと言ったって言うでしょみんな。忙しいものは忙しいんだよ。でも、マジで資本なんだなって思うよね。だってさ、ちょっとでも何か崩したら何にもできなくなっちゃうもんね。本当に気をつけないといけないと思いつつ、難しいもう。そんな。生きてるだけで偉いってなってくる、究極に。そう。心は資産。うわ。いいこと言う。体は資本。心は資産。資本。体は資本。心は資産。なんかもう一個欲しい。もう一段落。あれ見た？なんだっけ。座ればボタン、立てば、なんだ。立てば、なんだっけ。立てば、なんだっけ。芍薬。立てば芍薬。あれ？話す姿は違う。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花。それが言いたかった。脈々じゃない。それはもうなんか化け物になってる。なんか疲れすぎて。全部うろ覚えだったね。歩く姿はセンシティブ。違う。体は資本、心は資産、ほにゃららほにゃららほにゃらららって言いたくなっちゃうようなね、語呂の良さだったからさ。よいしょ。歩く姿はセンシティブ。ゆるキャラと話違う。ほにゃらら多かった。健康は財産。歩いて散歩で即迷子。それはもう違うやね。関係ない。アキロゼを題する言葉になっちゃってんじゃん。後世残すは負の遺産。なんか、あれ、いいこと、マイナスなことじゃないそれ。
なんか名言出そうだったんだけどな。難しいな。3つ目のそう、落としが欲しくなっちゃったよ。リズム的に。五感が良すぎたから。いやでもそう、夏の終わりでね、そういう心も、体も、みんなの大事なね、資産と資本だから。ちょっと待って。体はシフォンやめて。ふんわりふわふわやん、それは。体は資産。資本。心は資産。命は借金。返済請求唐突に来る。悲しい。悲しみの五七五になっちゃったわ。体はシフォン、心はマシュマロ。歩く姿は、なんだアイスクリーム。かわいいね。うわ、私は司法、体は資本、心は資産、私は司法。よかった、死亡じゃなくて。危なかったわ。でも今日はあれだね。雑談配信初めてとか待ってましたって言ってくれてる人が多くてね。嬉しい。もっとやりたい。そんな気持ちにね、よりなっちゃうね。そんなこと言ってくれたら。竹中義弘さん、ゲリラ雑談配信ありがとう。実は本日8月27、僕の誕生日でした。まだ間に合ってる。たくさんのロゼ隊からのお祝いの言葉いただきまして嬉しすぎて涙が。もうおじたいかな。一応20代ですからね。でも、おじはね、自分でおじと思ったら、おじじゃないと思ったら、おじじゃない。そういう気持ちでいこう。何歳だとしてもね。竹中義弘さん、誕生日おめでとう。一年いいこといっぱいあります。てか、多くない？今日、誕生日の人。ね、みんな、同じタイミングに、同じ日におぎゃーって生まれたんだ。いいね、同じ空間に同じ誕生日の人がいるとちょっと嬉しくならない？一緒なんだって。いいじゃん。みっちょんさん、8月誕生日でした。8月誕生日もいっぱいいるぞー、仲間だー。ですので、アキロゼさん、ロゼタリスナーの皆さんの健康と幸せに乗ってます。誕生日で人の幸せも祈れるなんて人間ができてるんだ。偉い。すごい。一番いいことあるかもしれないよ。嬉しいことたくさんあるかもしれないよ。祈った分。ありがとね。僕も誕生日でした。私も誕生日でした。もう過ぎちゃった。大丈夫。またすぐ来るからね。一瞬で来るんだから。1年後に。大丈夫。すぐだよ。もう。1年か。ってなってるから、すぐ来るんだから。安心してほしい。すぐで。もう、昨日誕生日？もう、息吸って吐いたらね、もう、あれよ。また1年経ってるよ。怖いよ。怖いんだよ。やめてね。いや、ほんとだよ。ナム AMD B2 さん、ロゼニウム補給できて幸せです。仕事忙しそうですけど頑張ってください。ありがとう。もうなんか今ね、休憩時間にコーヒー缶の差し入れもらった気分になった。休憩室で、アキロゼちゃん、最近忙しいみたいだね。無理しないで頑張ってね。ありがとうございます。ほっこりエピソード。癒されちゃうね。
ポンドリさん10件のギフトありがとう。フクロウ、幻のフクロウさん1件のギフトありがとう。シャッピーさんナイスパーありがとう。マドナマックスさん、雑談助かる。熱中症でダウンしてた体にロゼ体がロゼ体じゃないロゼ体が染み渡ったらもうすごいことになってるね。もう脈々みたいになっちゃうよ、それこそ。最近ね、チョコめっちゃ何この生態みたいな生態のお店を見つけたのそうなんかさ、トントンやられんのいや、なんか基本なんか生態って揉みほぐしとかじゃないですか。なんか揉みほぐしされる前になんか骨の近くの筋肉を緩ませるためになんかトントンされんの。なんか棒となんか金づきでトン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 ってそうなんか修理されてるみたいな感じに陥る生態に行ったの。そうなんかただ揉みほぐすだけじゃなんかすぐに効果切れちゃうからっつってなんか骨の周りの筋肉を緩めてから揉みほぐしをするとさらに効果が出ますみたいな感じの。そうトントンされるの。何これって思ってそうでもすごかったの。なんかその整体終わってから見たらくびれがやばくて、もうすごかった。キュッてキュッてくびれ作っときますねってトントンされたんだけど、いやそんなトントンして作れるわけねえじゃんって思ったの。キュッてなっててって思って何これって思って、そうチョコのくびれがさらにくびれたって思って、そうなんか変な人で変な人でって言っちゃった。なんかその整体師さんちょっとなんかノリが変だったの。ノリが変だったなんか普段はパーソナルジムしてて、そうなんかいろんな整体とかヘッドスパとかを巡って、そう弟子入りして、で自分の技術が最高潮に達したので自信を持って整体ができると思ってみたいな、今回整体開いてみたんですよねみたいな感じの人で、なんかボディビルの大会とか出てる人なんだけど、そうなんかチョコがなんかちょうどそのお店を開いて初めてのお客さんだったらしくて、そうちょっと僕変な人なんですけど引かないでくださいねとか言ってなんか話してたんだけど、そう本当に変な人だったんだけど、そう本当になんか効果出てて、ガチって思って、そうなんかちょうどチョコが行った日の前日に開業したらしくて、そうもともとはなんか口コミでパーソナルジムしててみたいな、で空いた時間で整体でもやろうかなと思っていろんなところに弟子入りしてなんか整体極めてみたいな人だったらしいんだけど、そうでもなんか美容に関してとかそういう体に関してめちゃめちゃ極めちゃって、なんか周りが引くほど極めちゃったんで、ちょっと僕よく変な人って言われるんですけどとか言ってて、あ変な人ですねって言ったら、いやお姉さんも変な人だと思いますけどねって言われてでまあそりゃチョコ変な人だけどなと思って、私変態ですからねって開始したんだけど、
そう、まあチョコは変態だからしょうがないんだけど、でもなんか変な人だなーって思いながら、でもなんかチョコ結構肩こりとかやばくて、結構有名な整体とかさ、いろいろね、なんかチョコ整体行くのが趣味みたいな感じなんだけど、そうマッサージめっちゃ行くの、いろんなお店。ゴリッゴリだから。そうでもなんかチョコのこのゴリッゴリの肩がね良くなってんのよ。だから結構ちゃんとしたとこも行ってたのではって思って、チョコは結構なんかニコニコだったんですけど、そうちょっとこれから通おうと思いますそうでもくっそ痛かったそうコンコンしてからの揉みほぐしがくっそ痛くて、そうなんかチョコ凝りすぎてて、上半身は凝りすぎてるがゆえにめっちゃ防御力高いので、男の人がどれだけゴリゴリしても全然痛くないのね。でも下半身が結構マジで激弱なの、痛みに。なんかちょっと揉まれただけで痛いです痛いですっていうタイプなんだけど、もう足とかさガチで詰まりすぎてて、血管がもう肩は岩だけど足はもうね、もうなんていう、ちょっと自分でも押しただけで痛いぐらいめちゃめちゃ終わってんのよ足裏は平気なの、ぶっちゃけ足裏は別に大丈夫なの、その痛さは。でもふくらはぎとか太ももとか揉まれるともうめっちゃ痛いぐらいやばいの、詰まりが。もう自分で触っても痛いの、ちょっと軽く揉んでるだけなのにめちゃめちゃ痛いの。詰まりすぎてだからもうずっと痛いです痛いですって言いながら揉まれてたそうなの、チョコめっちゃ痛がりだから痛いのめっちゃ嫌いなんだよね。超ゴリゴリしてる。脱毛いけないじゃん。脱毛はね VIO しか痛くないよ。脱毛はだって揉まないじゃん、ただ周りをピッ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 ってしていくだけだからさ、あんなん揉まれる痛みになんか天秤にかけたら全然なんか触られてらぐらいの感覚よ。痛みの種類がちょっと違うかな、どっちかっていうと。でも一回最初に痛いのを経験すると、あ、これならまだ耐えられるなって思っちゃうのなんかもうチョコの経験上的に一番最初めっちゃやべえことを体感するとなんか後が結構楽なのよ。
そう仕事とかもそうだけど、そうなんか仕事も最初めちゃめちゃうわーみたいな、最悪だって思うほど忙しいところにいると、次就職したところめっちゃイージーだから、あこれぐらいなら全然やりますやりますみたいな、あこれで褒められるんだ最強みたいになれるの。そうだから最初になんか楽なのに慣れちゃうと、いやもうこんなにしなきゃいけないんだって思うけど、最初マジでブラックのところに入ると、逆に言うともうあこれだけでいいの、うわ超楽って思える。そうやっぱね、最初の基準値をなんか楽な方に最初からしすぎると、多分他のことできなくなっちゃうから。そうだから最初の基準値をめっちゃ上げておくと、そうなんか標準になった時にめっちゃ生きやすくなる。結構多いかな、チョコの経験上。そうだから逆に言えばブラックのところにいると、なんかそれが普通になって基準がそこになるから、後からこれブラックだったんだって気づくこと多いから。結構他の人に言われてね、それ変だよって、それはおかしいよって言われた時に、あこれがおかしいんだって気づけるから。そうでもやっぱおかしいことを取り除くとめちゃめちゃ楽になるから。そう最初にこれがおかしいって知っておくと楽っちゃ楽だな楽っちゃ楽だなとか言って、フレアが、ICL を決めた理由ね決めた理由なんですけど、なんか最近ですね、一人温泉に行くのにハマってまして、たまにホロメン連れてったりとかねするんですけど、なんか急に今日は温泉行こうみたいに思う日が多かったんです。なんか急にさ誘ったところでさ誰も来れないがみたいな感じで、結果的に一人になっちゃうだけなんですけど、そうなった時に岩盤浴がね好きなんだけど、目が悪すぎて何も見えんのよ。わかるだろ？何も見えないの本当に。湯気でなんかさ、メガネを低いところだったらメガネかけて入れるわけ。もう温泉とかでもさメガネかけてさ入るんだけど、もう湯気で何も見えんし、岩盤浴はもうメガネをさ暑いところはメガネ外さないといけないわけよ。何も見えんのよ。で時計とかがさあるところはあるんだけど何も見えんの。だからさ、もうフレアはね、これ一回さメガネどかしていい？これ一回このさ保護メガネ一瞬ちょっとずらすんですけど、一瞬ずらすね。これすごいピンポイントなとこに前髪がなんかかっこいい前髪みたいになってるそういう時に私ですねなるわけですよ。時計がもう見えなさすぎて何も見えんの。こんなやっても何も見えないのよ。そうだからなんかホロメンと一緒に行った時は時計があったら時計見ててって言うんだけど、私も時計が見えなさすぎて砂時計買ったもんねサウナで使える砂時計みたいなの買ってさ持ってったんだけど、サウナ大丈夫ってさ書いてあるやつ1回でひび入って使えなくなったんだけど、いやそうなんかそんな感じで代わりのやつ買ったんだけど、
なんか手元にないと何も見えんぐらい目が悪いわけですよね。であとさ、なんか雨とか降ったらさ、メガネかけてたらいちいち拭いたりとかさ、ラーメンとかさ食べてたらさ、湯気がみたいな、うざくない？それに耐えかねまして、いやもうやるぞと思いましたらば、もう手術することにしたんですよ。でもね、結構ね長かったです。そう、これから、ICL を考えている人もいるかもしれないので、なんか覚えてる範囲のプレイヤーの雑レポでもするかみたいな。なんも覚えてないもう覚えてないな。実際に痛いの？手術自体は別に痛くはないかな。なんか個人的には行ったら目薬をねいっぱい刺されるんだよ。だからね、なんかフレアが行ったところはそうだっただけで、なんか全ての病院がそうかどうかはわかんないけど、なんか結構ねいろんな目薬なんか3種類とかを定期的に打つのね、短期間で。なんか20分の間に目薬をトータルでなんか10回以上刺したなみたいな、いろんな点眼をねするわけ。目のさ検査とかしたことある人とかはさあるかもしれないけど、瞳孔開く薬とか、なんか麻酔とかもあったかなとか、雑菌入らないようにね、菌を滅菌する目薬とかを1回じゃなくて、なんか5分おきに刺したりとかするわけよね。それが多分効くんだよね。麻酔が一番効くよね。痛みを感じないのは多分麻酔だと思うんだけど、ただでもこれね、痛くないんだって、なんか目にさなんか切れ込み入れるとかさ、もう怖すぎるじゃん。めっちゃ痛いんじゃないかなって思いながら私も行きましたが、一番嫌だーって思ったのは、なんかねずっと上向いてる感じ。さ、君たちさこうやってもらったらわかるんだけど、目線を上にした時に常に上向いててって言われることのなんかちょっとつるみたいな、痛くはないじゃんあれって。痛くはないけどなんかつるみたいな、わかる？もうずーっと上向いてるみたいな感じ、視線が。実際上をずっと向いてるわけじゃないんだけど、なんかずっと引っ張られてるみたいな感じで、ずーっと上を向け続けてるみたいな。寝っ転がってずっと一点を見るんだよね。なんかこの光をずっと見続けてくださいみたいな言われるんだけど、なんか実際のとこ、このいじられてる時はそれずっと引っ張られて、上に向かってずーっと引っ張られてるみたいな感じだから、つるみたいな感じのがずーっと続く感じだから痛くはない。なんかイピピピピピみたいな感じになりながらやるんだけど、あとね洗顔、なんか洗顔じゃないか、点眼なんていうの、なんかねすっごいピンクの除菌の液体みたいなのを目にジョバーってかけられるのね。目以外のところには入らないようにしてくれるんだけど、耳の方にはダバーって行かないようにちゃんとガーゼとかで止めてくれてんだけど、ダバーってずっと流れてるみたいなので、右向いてください、上向いてください、左向いてください、下向いてくださいねみたいに言われるんだけど、そのダバーって水がずっと流し込まれてるみたいなっていうのをなんかずっと最初にやられて、でその後に、ちょっとピッて切り込み入れられて、それは痛くなくて、その後にレンズ入った後にさ、ちょっとなんていうの、網膜なのかな、なんかちょっと触りますよみたいな、レンズに合わせますよみたいなので、ちょっと目触りますからねって言われた時に、ちょっとなんだろう、痛くないんだけどなんか変な感じと、そのつってるような、なんかピピピピピみたいな声が出そうな感じのね、鈍痛っていうのかな、じゃあ痛いのかな、なんかみんなが思う痛いって痛いだと思うんだけど、そういう感じじゃなくて、なんか鈍い
鈍い痛みみたいな、なんか叫ぶほどじゃないんだから、なんか痛いみたいな、なんかそんな感じのちょっと何とも言えない痛みみたいなのはある。なんかみたいな。でなんか一瞬視界がねフェードアウトするのね。片目のそう手術が終わった後に、なんかレンズ入れましたで、なんかまつげとか下まつげとかが入らないようにテーピングで固定されてたんだけど、それ全部剥がしますねってなんかやった時に、なんか視界が全部フェードアウトして、フレア失明したかもってちょっと思った、その時。何も見えない世界怖いってなりましたね、その時。ねえ、それと同時にもう片目やるのと耐えられんかもしれんって思った、その時。違う意味で一番痛いのマジでね、そのテープ剥がす時が一番痛い。顔中に貼られたテーピングを外すのが一番痛いかもしれん。それは本当になんか鈍痛とかじゃなくてめっちゃ痛い。なんかビニールテープをなんか顔に貼られて剥がすみたいな感じの痛さみたいっていうか、実際貼られるからな。まつげとかは抜けないけど痛みは一緒すっごい強力なんですけどみたいな。先生これテープめっちゃ強力、まつげ抜けてない、大丈夫って思いながらやってた。手にさ指にさ心拍数みたいなピッ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 ってやつ、あれ測るやつがさつけられるわけよ、手術するときって。これ目の時でもやるんだと思ったけど、やばいドキドキするとかって言ってるのに心臓はピッピッピッ全然冷静じゃん私の心臓って思ってた。終わりましたよって言われる前にしかもなんか心臓で取られたしな。で ICL はなんかみんな的には気になると思うから、正直に言うと結構なんかさ、ほのめんもさ ICL やってる人が多くて、なんか ICL いいよみたいなさよく言うじゃない。待って、私の顔が固まった。ちょっと待ってくださいね。カメラが固まりました。そう、結構なんかみんなねおすすめしてくるんですけど、なんか実際のとこその痛みがなんかリセットされたことによって急に羽織り始めちゃった、私が。なんかその今説明した痛みが耐えられるならって感じ。実際終わった後は世界変わるというかさ、メガネ生活とかなんかコンタクト生活とかをして目の悪い諸君からしてみたらもうほんと裸眼で全部見えるやんみたいな感じになるから、すごい感動するけどね。目覚ました時にさなんか天井の線が見えるみたいなさ、上とか向いた時にさ天井のなんかこう集中線じゃなくてなんて言うんだ、一点投資打法とかで使われる線はなんて言うんだ、こう天井の線が見えるつなぎ目とかそうみたいな。でもお高いんでしょ。いやでも結構その病院によるかも。本当になんかその病院についてる保証とかによるんじゃないかな。マジでピンからキリまであると思うけど、ぐらいはやってよかったなと思うけど、でも痛みちょっと鈍い痛みはなんか忘れられないなーっていう気持ちもある。あとなんかちょっと怖いなって思うのは、その終わった後に毎日さ1日何回かの点眼みたいなのがあるわけ。これを忘れちゃったらどうしようとかさ、なんかそういうのはやっぱりあるよね。毎日やらなきゃいけないやつをちゃんとやるっていうさ、そういう当たり前のことなんだけど、結構ズボラにしちゃう人とかは気をつけないとなって思うね。
痛いって聞いたの風タン初か。でもなんかノエルもやってたよ。今年一番美味しかったのはのどぐろ。のどぐろの、私ね混ぜご飯実はあんまり好きじゃなくて、なんか五目ご飯とかもあんまり好きじゃないですね。甘くない赤飯以外のなんか、じゃあ甘い赤飯以外の混ぜご飯は基本的に全部嫌いなのね。なぜかというとご飯とおかずは別々に食べたいからなんだけど、なんかチョコ先生がそう紹介してくれたなんかのどぐろのお店っていうのに人生初めて行ってみたんだけど、のどぐろのなんか炊き込みご飯がめっちゃ美味しくて感動しちゃった。こんなに美味しいのって。のどぐろのねなんか炊き込みご飯と塩焼きが本当に美味しかった。感動した。ねえ、なんかそれがね結構未だに忘れられない。割となんかお肉食べること多かったんだけど、なんかお魚やっぱ美味しいよなっていうことを今年再確認しました来年は食レポ配信してほしい。案件ください、お願いします今年でもさナッシュさんからね案件いただいて食レポしたからね、来年もなんかそういうのができたらいいなって思いますね。来年もできるといいね。7つの大罪の話な。明日7つの大罪のアプリやらせていただくんですよね。グラクロににお邪魔させていただく予定です。プレイヤーはキングとグロッキシニアが好きなんですけどちょっとねエアプなんでお手柔らかにお願いしますプレイヤーは7つの大罪エアプの女です途中までしか見てないですけど、じゃあどこまで見たんですかみたいな。プレイヤーはあれです。メリオダスの方は終わってて、4騎士の途中って感じ4騎士の途中まで見てる。だからなんか多分ねストーリー的にはどうかな、どこまでわかるんだろう。なんかグラクロがどこまでやってんのか分かってる。ランスロットがエレインとバンの子供なのは知ってて、でなんかランスロットも、出てるのも見てる、アニメとかも見てるけどどうなんだろうね。昨日ちょうど出たよネタバレやめてくださいとか言って教えてくれって言ったのにそうじゃあ意外とわかるか。意外とわかるか。ネタバレやめてくださいっていう知ってるんよちなみにプレイヤーが一番好きな声優さん久野美咲さんなんだけど、ホーク豚のホークっていうのがいるんだけど、ホークの声優さんが久野美咲さんっていうんだけど、いっちゃん好き。いっちゃん可愛い。そう久野美咲さんの声がめっちゃ好きで、7つの大罪のなんか昔やってたなんかトークイベントみたいなやつの多分ね本当に久野さんが
なんか始めたてくらいのちょっとなんかポンポンポンみたいな感じの時のくのちゃんがすっごい可愛いみたいな、くのちゃんとか言っちゃった、くのさんが超可愛くて癒されてた可愛い声でなんかすごいね暴言を吐いてくれるのがね本当に助かると思っている。てめえこの野郎とかって言われるともう可愛いっての、はい可愛い好きと思って、本当に久野美咲さんの声が好き。そうそうですね。でもね結構4騎士になる前のやつ結構長いよね。アニメとかもねちゃんと完結までそうやってくれたことに驚きみたいな思いましたけどね。実家が長いんだよな。長いけど面白いからなんか続きどうなるんやろうとちゃんとね続いていったから、そうちゃんとゼルトリスも和解できてよかったねとか言ってどうすんだろうなみたいな思いましたけどね、見てた時は。やっぱちょっと思い入れが強いからまだ最初のメリオダスとかの方がね好きなシーンとかもやっぱ多かったり好きなキャラも多かったりするけど、4騎士の方も楽しみにして見てます。キングもゴルクシニアもどっちも妖精王ですけどなんか妖精王の性格が多分好きなんだろうなって思いますね。あれナシエンスも、ナシエンスってキングとディアンヌの子供なんだっけ、なんかどんなそこまではね実はね終えてないかも。ナシエンスも結構好きだけどね。ネタバレしていいんですか。でもなんか多分そうじゃなかったみたいなこと言っちゃったけど、そうかもしれないね。だってなんかもう顔がそうじゃんって思うし、性格とかなんか類似点が多すぎる思いながらそこまではちょっと追い切れてないですね今ね。これぐらい見てればグラクロのストーリー終えそうか、大丈夫か全く知らんか、なんか途中に中途半端になんかそう覚えてる、そうなんか追いついてない状態で見たらってなりそうなんだよな子供いるのみたいな感じに絶対なるんだよな。エレインって生き返ったみたいないや昔はですよ、エレイン生き返るのみたいな思ってたもん。死んだ人が生き返るのはちょっと違うと思いますとかって思ってたけど、ちゃんとね納得いく形で生き返ってたし、キングとディアンヌも一生くっつかんやみたいな、両思いになった途端にもまた記憶なくなんみたいな感じに思ってたけどね。なんって思ってました。でもなんか結構長かったね。アプリはにわかなんで全部嘘かもしれん今話してる話全部嘘かもしれんね。7つの大罪のファンのみんな今多分全部嘘かもしれない。そんな話ないよ。そんなシーンないけど。
スバル先輩は誰が好きなんだ？スバル先輩は多分初見だと思うんだよ。だってさ、スバル先輩は逆にアニメを知らないで育ってきたみたいな、漫画とかも多分読んでないから、マジガチ初見の反応が見れると思うんだよね。だから逆に知ってる人と知らない人みたいな感じで呼ばれたかもしれないよね。そう、可能性はある。で、私の予想だとスバル先輩はバンが好きそう。うん。これは今はプレイヤーの勝手な偏見となんか予想です。なんかかっこいいって言ってそう。好きな女になんか全力でこう守ってくれるみたいな感じもすごいかっこいいし、なんか立ち振る舞いのなんかちょっと悪そうなのになんか誠実みたいなとことかもかっこいいなって思うんよね。またプレイヤーはキングの方が好きだったけどエスカノール、まあエスカノールがね、エスカノールはどうだろうね。エスカノールはかっこいいけど、エスカノールの良さが分かるのって結構後半な気がする。めちゃめちゃかっこいいし、なんでお前だけってすごい、いろんな意味で、ちょっとこれネタバレだから、ガチのネタバレだからこれ言わんけど、なんか、なんでお前だけって思った。ほんまに辛かった。泣いちゃったマジで。エスカノール好き。これだけはちょっと言えない。うん。ちょっと泣いた。でちなみにプレイヤーはキングの羽が育ってほしいなって思ってたけど、やっぱ前の方が好きかな。やっぱ見た目は前の方が好きだわって思った。あと声がちょっと低くなるのも前の方が好きだったな。ちょっとまだ受け入れられてないですね。うん。ちょっとな。でもめちゃめちゃ強くなったよね。